アメリカ最古のモーターサイクルブランドインディアンモーターサイクル、日本で一番新しくそして詳しい情報をお届けしていきます。インディアンモーターサイクルマニア V 型エンジン大好き西尾です。先日発表になりました2025年モデル、大きく3つニュースになっておりまして、1つ目世界限定300台ロードマスターエリート、2つ目こちらは世界限定50台スプリングフィールドリミテッド、3つ目は新型スカウトの60弟分が登場ということで、3つ順番にお伝えしていきます。では今回の動画ではロードマスターエリート世界限定300台、日本に導入はわずか4台という超希少な車両をご紹介していきます。こちらメーカーのホームページ、インディアンモーターサイクル、今カテゴリー的にこのようにスカウトモデル、 FTR、クルーザー、バガー、ツーリング、ダークホースと種類が5つほど出てるんですけども、その中でもエリート、こちら今回発表になりましたロードマスターエリート2025年モデル、ロードマスターというバイクなんですが、こちらはインディアンモーターサイクルのバイクの中でも贅沢さと快適さを追求した最高峰の空冷エンジンのクルーザーになっています。25年モデルロードマスターエリート、カラーリングから見ていきます。こちらスプリングフィールドブルーキャンディー with ブラックキャンディー、チャンピオンシップゴールドピンストライピングと記載されているんですが、このスプリングフィールドブルーっていうのがなんとも特別なカラーリングになってまして、インディアンモーターサイクル始まった地名、始まりの地スプリングフィールドの名前を冠したブルー、今回は本当に特別な色という設定になっています。インディアンモーターサイクルというとインディアンレッド、赤色を思い浮かべる方も非常に多いと思うんですけども、実はこのブルーもインディアンの中では非常に大切なカラーリングになってまして、歴史に根ざしたインディアンモーターサイクルを象徴するスプリングフィールドブルーかつ、こちらのタンクの横、おなじみインディアンのヘッドドレス、ゴールドのストライプおよび車体のライン描くような、こちらもゴールドのピンストライプおごられているんですけども、こちらは1台ずつ手書きと非常にクラフトマンシップあふれる、そんな表現の1台になっています。エンジンは純空冷、今時純空冷インディアンモーターサイクル大変こだわりのあるサンダーストローク116 1890cc の空冷エンジンを積んでいます。こちらエリートは専用のエンブレム、エンジンにもロゴマークが埋め込まれていて、空冷のエンジンのクロームのフィンと合わせて非常に高級感あふれるスタイルになっています。その他車両の代表的な装備ですが、こちらはツーリングも超快適仕様になってまして、同じくスプリングフィールドブルーとゴールドのストライプがあしらわれた大容量の電動ロック付きサイドボックスプラス、タンデマーさんの背中側にはこちらも大容量のトップボックスが装着されていて、長期連泊のツーリングでも楽々こなしてくれると、究極のツーリング快適性求めた1台になっています。こちらフロントエンドの画像なんですけれども、クラシックさ、ノスタルジックさを非常に強調させるクロームを多用したスタイルなんですが、こちら真ん中の LED のヘッドライトはコーナリングライト付きということで、ただの LED ヘッドライトではなくて、より走行に安全性、安心感をもたらしてくれる、そんな最新の装備を盛り込んだスタイルになっています。そしてその他エクステリア、特にねこれインディアン独自の商品になります。シートヒーター&クール、ヒート&クールというシートがついてまして、シートヒーター、あったかくなるよっていうシートは割とどのメーカーさんもやってるんですけども、
涼しくなる、冷たくなるシートっていうのはインディアンモーターサイクル独自の商品になっています。もちろんフロントライダーさん乗るところ、後ろタンデマーさん乗るところ、どちらもあったかくも冷たくも動作可能、プラス前後別々で温度調整も可能ということで、どんな季節でも非常に気持ちよくライディングしていただける、そんな装備になっています。そしてこちらはコックピット周辺、スピードメーター、タコメーターはアナログ、昔ながらのノスタルジックな雰囲気を醸してくれるんですけども、真ん中に7インチのディスプレイ、こちらはインディアンオリジナルのライドコマンドというシステムがインストールされておりまして、車両の状態であったり走行履歴であったりいろいろな情報を手元に大画面で表示することができるんですが、 Apple CarPlay 連動させて使いますと、地図とか iPhone、Apple 製品と同期した動作もしますので、より快適により便利にツーリングを楽しんでいただける、そんな装備になっています。で、あと個人的にこれがすごいいいなと思ったのが、このタンクの上、こちらがガソリンメーターと電圧計ですね。こちらもアナログの小さいメーターがついてるんですが、こちらもね、抜かりなくクロームで覆われたカバーのコンソール、非常に雰囲気が出てかっこいいと思います。そんな感じで、こちら見どころいくつかメーカーの画像出てるんですけども、今回ロードマスターエリートはフロントのホイールサイズが17インチ、リアが16インチになってまして、ホイールのデザイン、フロントフェンダーのデザインともに特別な仕様になっています。あとはお話ししてきたヒート&クールのシート、大容量のサドルバッグ、あとは専用エンブレムをおごるクロームのエンジン、そして、インディアンといえばこのフロントフェンダーマスコット、これがねアルト内ではだいぶ違うぞということで、漏れなくどこから見てもかっこいいインディアンのクルーザー、最高峰の快適さと最高峰の贅沢さを体現したロードマスターエリート2025年モデルになっています。昨年のロードマスターエリート2024年モデルは世界限定350台だったんですけども、今年は世界限定300台ちょっと減ってます。日本に導入は300台のうちわずか4台となっておりまして、非常に希少な車両になっています。究極の贅沢と究極の快適さ、これを体現する車体デザインはもちろんなんですが、さまざまな環境規制の影響でおそらくこれが最後の空冷エンジンになるんじゃないかという話も出ていますので、メイドインアメリカにこだわる、空冷エンジンにこだわる、そんなクルーザーをお探しの方はぜひこのロードマスターエリートチェックしていただければと思います。日本への入荷は2025年の春頃を予定。入荷の4枠を確保しているディーラーさんでは予約注文も始まっているということで、ぜひお近くのディーラーさんお問い合わせ入れていただければと思います。ロードマスター興味はあるけどどんなバイクか見たことない、分かんないという方も多いかと思いますので、実車のロードマスター交えて車両の解説もさせていただきますので、そちらも参考にぜひご覧ください。はい、では2025年モデルのロードマスターエリートとは年式が違うんですけれども、今回このロードマスター実車を紹介させていただけることになりまして、各部の見どころとかサイズ感とかお話ししていきたいと思います。まずは前回り、フロント周りいきましょうか。こちらね、ロードマスターチーフ10とかサンダーストロークのツアラーと同じいわゆる大型のフェアリング前についてるんですけど、ロードマスターはね、この足元の風遮ってくれる部品ががっちり、これの存在感かなりインパクトあります。ここは手動で開閉ができるので、夏場は走行風受けてで
冬場は閉めといたら風がこうへんのと、これね結構いいアイデアやと思います。フロントのこの透過類 LED のヘッドライトとフォグランプで、このウインカーね LED すべて透過類。インディアンの空冷モデルといえばこれ、フロントフェンダーマスコット、これねインディアンの立体仕様になってます。でここね光ります。漏れなく光ります。フロント周りだけでもね十分重厚感ある仕上がりになってます。ちなみにこのロードマスター、インディアンモーターサイクル神戸歓喜さんがここのヘッドライトカバーとここのスクリーンのパーツはアメリカのクリアキンっていうところのものに変えているので、凝ったデザインになってます。やっぱりこの顔面とこのフェンダーの存在感と、ここね左右のこの前回りの重厚感だけでこうただものではないバイク感と、あとはまあ所有感すごい感じさせてくれる、むっちゃ重厚なイメージです。かっこいい。バイクちょっと横から見ていきます。エンジン、これインディアンが誇る空冷エンジンサンダーストローク。このねエンジンのヘッドね、これアメリカンバイクがこの世に生まれた後ぐらいのサイドバルブって言われてた時代のエンジンのヘッドを模したスタイルになってて、あとこの空冷のフィンねのプッシュロッドもそうですけど、このエンジンの造形がとにかくかっこいい。インディアンめちゃくちゃかっこいい。 V ツインのエンジンなんで、このかっこいいエンジンが2個ついてるんですよ。むっちゃかっこいいです。あとクラシックなイメージを増幅させる各種クローム仕上げになってて、インディアンのロゴがはまってたり、この辺のタンデムステップの裏畳んだところの質感とかも抜かりなくめちゃくちゃかっこいいです。ここのタンクのデザインとエンジンの形を見るだけでも、こだわるならインディアン、空冷エンジンにこだわるならもうインディアン一択かなと、すごい大好きです。続きがこちら、ロードマスターはタンデムも快適仕様にという、タンデマーの人も贅沢かつ快適なクルージングを楽しんでもらおうということで、背もたれ、しっかりした背もたれがついてます。さっきお話ししたこのタンデムの人が足乗せるところ、ここも高さ調整が3段階できるようになってまして、これ後ろに乗る人の身長に応じて足の置く位置も調節できると、なかなか芸が細かい。であとはこの足乗せるところのデザインね、これもねかっこいい。こんな感じで抜かりなくクロームかつロゴ入り、こういうところにコストかけれるのがインディアンならではっていう感じがします。こちらの車両はシートがヒート&クールの純正オプションのデザインのに変わっていますので、形がシャープなデザインになってるんですけど、2025年モデルのロードマスターエリートはヒート&クールのシートが標準装備になっているので、その辺ぜひね期待してください。あとは後ろのトランク、こちら右左についてるサドルバッグだけでも十分荷物たくさん入るんですけど、トップケース、これフルフェイスのヘルメット2個入ります。超大容量かつ上にはラックもついてるんで、ここに荷物まだ詰めますんで、両サドルバッグとトップケースとキャリア、荷物フル積載したら多分1週間ぐらいは平気で旅に出れるんちゃうかと。まさにロードマスター、名前にふさわしい重厚感と使い用途、あと個人的にねこの辺押したいポイント、純正のシートなんですけど、この辺のスタッズとかロゴとか、これ全部ねちゃんと素材がめっちゃいい。こういうところでね、いろんなバイクメーカーさんやっぱコストを下げたいんで、こういうとことか、あとこういうとことか、あとこういうとことか、なんかこういうとことか、ちょっとしたところでコストを抑えたいんで、ちょっとチープな
素材使ったりとか省略してしまったりとかするんですけど、インディアンはやっぱりね、こういうところにもちゃんとコストかけて所有感とか満足度を上げていく、そんな仕掛けがされています。これとかむっちゃかっこいいもんな。これよいしょ、バッグの蝶つがいです。バッグの蝶つがいもこんなにおしゃれ。では後ろ回りデザインちょっと見ていきます。これもね、フルフェイスが2つ収納できるトップケース、抜かりなくクロームの仕上げ。この辺のねトップケースをつけてるここのステー部分もね、めっちゃ剛健で質感もめっちゃいいです。アメリカって感じです。メイドイン USA のアメ車って感じがします。テールランプ LED とウインカーも LED で、車体のデザインに沿った優しい雰囲気、かっこいい。この辺もね抜かりなくメッキですからね、いいと思います。このフェンダーのお尻もちょっと見づらいですけどクローム仕上げ、見どころ満載で、後ろから見てやっぱりねこのリアトランクの影響もあってほんまに重厚感あるかっこいい車両だと思います。じゃあ実際ちょっとエンジンかけてみてメーター周りとか説明していきたいと思います。ハンドル周りこんな感じで電源ボタン押します。この辺ちょっとねロードマスターとかあとはチーフ10とか年式によりこの辺のコンソールの位置とかデザインちょっと違うんですけど、25年モデルのロードマスターエリート同じような感じでライドコマンドっていうソフトウェアが入った7インチのタッチパネル式フルカラーの画面が出てきます。スピードメーターとタコメーターとガソリンの残量とか、あとはバッテリーの発電量とか、車両の状態が見られる画面と、あとはエンジンスタートして走った状況を表示してくれる機能もあります。あとはこんな感じでライディングモード3種類選ぶことができて、こちらはこんな感じでヒート&クールのシート、例えば前の人は寒いけど後ろの人が暑い場合ないとは思うんですけど、別々でそれぞれ3段階強さを調節することができます。こんな感じで直感的に操作ができるタッチパネル、これBluetooth 連携して Apple CarPlay ここで使って、お手持ちの iPhone の画面をここにミラーリンクすることもできるので、Apple ユーザーの方はねもう一つ使い勝手良くなります。間違いなくいい装備。あとここ、グリップヒーターのオンオフのスイッチあります。でグリップヒーターのオンオフと温度調整と、あとはこれがね両サドルバッグの電子キー押すとサイドバッグのロックが解除されて、これを押すとロックがかかるということで、この辺もねちゃんとしてるな、いいと思います。フロント周りエンジンかけるとこんな感じ、 LED のヘッドライト、フォグランプ、ウインカー、いいっすね、かっこいい。見た目はめちゃくちゃ重厚感があって先進の装備がめちゃくちゃ入ってて、やっぱり究極の贅沢と究極の快適さ、それを追求したロードマスターというバイクになってるんですが、こんだけでかくて車重400キロ超えてますから、実際またがってどうなんかというところ紹介させていただきます。失礼します。よいしょ。じゃあちょっとバイク起こしていきます。
足つきめっちゃいい。思ってた以上に軽い。これ今僕身長165センチなんですけど、両足の指の付け根がべったり地面について、なおかつ膝に余裕があるので全然車体保持できてます。ハンドル手離しても全然大丈夫。すげえな。すごい。信号待ちスタイルやとこんな感じ。片足べったりつきます。ライディングポジションこんな感じ。フォワードコントロールなんですけど、この大型のフロアボードがどの位置にも足置けるんで、身長165センチでも全然いけますね。これはびっくり。いいと思います。やっぱりこうフロントに大型のフェアリングがついてるんで、何もないバイクよりはやっぱフロント周り重量感はあるんですけど、このハンドルの舵の軽さとか、あとはこう振った時の重量バランス、これはびっくり。なかなか、いやめちゃくちゃいい感じです。素晴らしい。ではロードマスター、実際エンジンかけて排気音とかエンジンのフィーリングチェックしていきます。ええ音。これノーマルマフラーなんですけど、めっちゃええ音やな。いや、いい音です。この V ツインのエンジンならではのね、小気味のいい等間隔になるサウンドと、この車体の雰囲気にすごい見合った、ちょっとずぶとい音しますね。まあエンジンの名前がサンダーストロークっていうぐらいなんで、逆にあんまり静かすぎると寂しいかも。両側2本出しのマフラーっていうのもやっぱりイメージもっと上げてくれてる感じがします。排気音はもちろんなんですけどね、この駆動してる時のこのエンジンのメカノイズもすごいいい塩梅で、めっちゃいいです。オーナーさんの生の声絶対にね参考にしていただけると思うので、こちらのロードマスターのオーナーさん、ちょうどねインディアンモーターサイクル神戸さんの従業員さんということでお話聞いていきたいと思います。では歓喜さん、はい、お願いします。インディアン神戸の歓喜です。こんにちは。こんにちは。歓喜さんインディアン結構大好きや言うて。そうですね、今で実際、計4台乗り継いでます。計4台。はい。インディアン興味を持ったきっかけは何やったんですか？そうですね、まあ僕の友人が、チーフヴィンテージ乗ってて、でそれを原車初めて見て、で排気音聞いて、とあとエンジンのサンダーストローク見て、もうインディアンしかないなと思って、そこからインディアンに乗り始めようと思いましたね。インディアン乗る前はどんなバイク乗られてたんですか？ヤマハのボルト。ボルト乗ってました。じゃあアメリカン系はもともと好きは好き？そうですね、好きは好きでした。なるほどなるほど。実際ね、じゃあインディアンはボルトから次乗らはったんがチーフ10。はい、クルーザーの。そうですね、ギターこれのタイプ、ほぼ変わらないタイプを乗りました。でその後FTR、はい、1200
ほうでその後ロードマスターロードマスターでもう1台今ここにないんですけど新型のスカウトの101を所有してます。いいっすね。はい、2台今現在2台持ちでいます。ほんならちょうど今はこの空冷サンダーストロークと一番新しい水冷のスカウト101をどっちもそうです、どっちも所有して楽しんでます。最高ですね。はい、ありがとうございます。いえとんでもないです。そしたらせっかくなんで今回はこのサンダーストローク空冷エンジンを積んでるロードマスターのオーナーさんなんで実際乗ってみてどうなんっていう率直な話をちょっと聞いてみたいと思います。はい、エンジン排気音かっこいいという話さっきしてもらったんですけど、ロードマスターに乗って良かったこと嬉しかったこと3つ教えてもらっていいですか。そうですね、前のチーフ店の時はついてなかったロアフェアリングがついてるんで、この寒い時期でも全然、冬でも全然乗れる、気にせず乗れると風が当たらないんで足に頭に、その辺は全然いいですし、夏は暑いと思うんですけど、一応ここが、真ん中が可動式になってるんで、その辺がやっぱいいなっていうのと、あとはヒートクールシートも変えてて、全然炎天下の、夏はちょっと涼しくはないんですけど、今の時期とかちょっと秋ぐらいのやったらクールも全然冷えたりしますし、ヒートも全然あったかくなりますし、あとはそうですね、あと目立ちますね。目立つ。はい、目立ちますよね。そうっす。あとは目立ちますわ。どんな声かけられます？声かけられるでしょ。そうですね、まず何 cc っていうのが多いです。何 cc？ そう、何 cc、 そうです。よく皆さん言われる何 cc ってやつです。あとはそうです、カラーリングもあれなんで、どこのメーカーみたいな、メーカーね。そう、メーカー名を聞かれたりとか、やっぱりちょっとハーレーには見えへん何かがあるんですかね。そうですね、これハーレーって聞かれへん感じってことかな。聞かれることはあるんですけど、やっぱりフロントフェンダーともフェアリングもそうなんですけど、見たときにあれハーレーじゃないなっていうに、ほんでこれどこの、そうそう、どこのっていうのがありますね。なるほどなるほど。でも目立つっていいっすよね。そうっすね、本当に目立つっていいっすね。道の駅とか行ったら、声かけられます。意外といいとこ3つ教えてもらおうと思ったらもう3つ出ちゃったんで。そうですね、他に追加でいいですか。全然 OK です。これ走ってどうですか。こんなでかいバイクですけど。そうですね、高速が快適です。高速快適。はい、ちょっと下道になると、やっぱり車重も重たいんで、やっぱりちょっと取り回しとかそういうね、ストップ&ゴーがちょっとしんどいかなと思うんですけど、慣れたら全然そうでもないです。400キロぐらい。そうですね、400ちょいぐらいです。そっか。でも400キロぐらいの車体やったらストップゴー多いと気は使わんとあかんですよね。そうですね。あとはね、ちょっと皆さん思うクルーザーで山とかが走れないっていうイメージあるんですけど、僕は全然こういうロードマスターでも山道とか峠道は全然行きます。ロードマスターってやっぱりツーリング贅沢に快適にしようみたいなコンセプトあると思うんですけど、他なんかおすすめ装備あります？おすすめ装備、ここはマジでツーリングの時役立ってみたいな。そうですね、もともとウィンドシールドがこいつ上がるんで、これそうです。で自分の好きな、調整で高さも下げたり上げたりできるんで、その辺は高速とか、ね、ロングツーリングすると快適かなっていう。なるほどね。インディアンモーターサイクル神戸さんではオーナーさんのツーリングとか、ミーティングとか、定期的に歓喜さんがやってはる。そうです、僕が主でやってます。じゃあロードマスターどんなもんか見たい場合は、そうですね、相談してもらえたら全然持ってこれますんで、言ってもらえたら。わかりました。ありがとうございます。じゃあ次増車するインディアンのバイク教えてください。そうですね、
ロードマスターエリートですかね。エリートでありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、インディアンモーターサイクルマニアでは日本で一番新しくて詳しいインディアンモーターサイクルの情報、今後も更新していきます。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。